皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？お元気でしょうか？お元気でしょうか？私は元気です。今日は嬉しいことがありまして、日本語のね、レッスンを受けてくれてる生徒さんからメッセージが来て、ひよりさん、JLPT 合格しましたっていう嬉しいメッセージをいただきました。そう、何人かの生徒さんからいただいて、ひよりさんのおかげで合格できましたっていう嬉しいメッセージをね、送ってくれました。本当におめでとうございます。でもね、私ももちろんサポートしよう、お手伝いしようと思ってはいるんですけど、合格できたのは本当に皆さんの頑張りのおかげです。本当に今までコツ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 積み上げてきたからこそ合格ができたんだと思うので、本当にたくさん自分を褒めてあげてほしいなと思います。でね、残念ながら今回は合格できなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、このテストの日までに頑張ってきた。この頑張りっていうのは全く無駄にならないと思いますので、まずはテストまで頑張ってきた自分をたくさん褒めてあげて、そして今回はこの一つのステップだと思ってね、また高いステップに上がれるように、一つずつ頑張ってください。私も応援しています。はい。今日はですね、夜ご飯に突然違う話に行きますよ。今日は夜ご飯に旦那さんと一緒につけ麺を食べに行きました。ラーメン屋さんなんですけど、ラーメン屋さんにあるつけ麺が私たちすごく好きで、食べに行こうかということで行ってきました。で、ちょっと仕組みが変わったようで、注文をね、タブレットから自分たちで注文できるようになってたんですね。で、店員さんが私たちのテーブルに来てくれて、ご注文はこちらのタブレットからお願いいたします。もし操作などわからないことがございましたら、お気軽に私たちまでお声かけください。それでは失礼いたします。と声をかけてくださったんです。すっごく丁寧ですよね。で、わかりました。ありがとうございます。って言ってタブレットで注文して、美味しくつけ麺食べて、ラーメン屋さんを出たんですけど、そこでね、旦那さんと喋ってたのが、ラーメン屋さんにしてはすっごく丁寧すぎたよねっていう話をして、うん。で、タブレットの使い方わかんないかなと思って、何かあったら、困ったことあったら声かけてくださいっていう、すごく優しい気持ちで丁寧に接客してくださったんですけど、なんというのかな、やりすぎというのかな、丁寧なのは本当にいいんですよ。気分もすごくいいですし、ただなんと言うんでしょう、ラーメン屋さんに期待するサービスと実際に受けたサービスのギャップが大きくて、ちょっと違和感を感じたんですね。なんだかな、ラーメン屋さんって期待するサービスで言うと結構最低限のサービスを期待してるところがあって、注文を受けて、ラーメンを作ってくださって、そして提供してくれる。で、なんだろうな、本当にもう必要最低限。なんならちょっと不愛想ぐらいのサービスだろうなという予想、期待があるんですよね。日本ではね。なんだけど、それを
大きく上回った、はい、丁寧なサービスだったので、よかったんだけどね、なんだろうね、この違和感ねっていう、はい、話をしてました。日本語って皆さんもご存知の通り、です、ますで話す、丁寧体。そして、丁寧体も含まれてはいるんですが、敬語というね、尊敬語、謙譲語、相手をこう敬う、はい、敬語という丁寧なものがあって、中には丁寧体と謙譲語、尊敬語をこう混ぜながら、ちょっとこう丁寧レベルを、丁寧なんだけどちょっと丁寧さが低いもの、丁寧でもすっごく丁寧なものっていう、こうグラデーションがあります。タメ口はね、わかりやすいですね。友達とかと話すカジュアルなものなので、これは今回サービスでは、はい、使わないんですけど、こう丁寧体敬語の中でもこうグラデーションレベルがあって、これを日本人はこの状況、話す状況、話す相手、期待されてるサービスのレベルに応じて使い分けをしています。なので、これどうやって学ぶのって言ったら、やっぱり実際に聞いてみるのが一番いいと思います。実際に日本に旅行に来るときに、コンビニで使われる日本語、一般的なレストランで使われる日本語、ラーメン屋さんで使われる日本語、ホテルの日本語、四つ星とか三つ星とか、こうハイランクな、こうね、ランクが高いホテルで使われる日本語、旅館で使われる日本語、いろんな日本語を聞いてみてください。こう丁寧さのレベルがね、違うんですよね。はい。なので、皆さんも日本語話す時もぜひそういうところを意識してほしいなと思います。日本人と話す時に、今この環境状況でこの相手と話す時に適切な日本語の丁寧レベルってどれぐらいなんだろうとか、それが分かんない時は相手が使ってる日本語の丁寧レベルに合わせるのもいいと思いますね。時々ね、日本語のレッスンしてる時にすっごくカジュアルに話す人もいるんですよ。それは、タメ口、カジュアルな日本語を練習したいって私が事前に聞いてる生徒さんだったら全然問題ないんですけど、初めてのレッスンでいきなり日和はどこ住んでるのとか言われると、ちょっと私はドキッとするのね。もやっとするんですよね。はい。いいんですよ。はい。英語をね、話す文化とかだったら、どんな相手でもこう結構親しみを込めて話すっていう文化も知ってるんですけど、日本の文化ではそういったことはちょっとこう失礼にあたることもありますし、あとは丁寧すぎても違和感を覚えるんですよね。日和先生は何をされていましたかとか、週末何を召し上がりましたかとか言われると、ちょっとこう敬われすぎかなっていうね。はい。クラスで使うんだったらですますの話し方が、適切でちょうどいいかなとは、思うんですが、さっきも言った通り、もちろん敬語の練習したいとか、はい、丁寧体の練習したい、タメ口の練習したいというレッスンの要望に応じてもちろん使い分けはしますが、一般的にはね、はい、ですますが適切かなと思います。そういった日本語の丁寧レベル、難しいですけど、これを使いこなせると、日本語本当の意味で上手ですねって思いますね。はい。
皆さんもこういった丁寧レベル意識して日本語を話すことはありますでしょうか？こんなシチュエーションの時はどれぐらいのレベルで話せばいいですかとか、もし質問があればぜひコメント欄で聞いてください。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。